日本には確実に負ける。残りも苦しい戦いになる。最近本当に日本を愛してる。どのカテゴリーでも日本に当たる。男子はまだいい。女子はちょっと厳しい。女子は本当に心配だ。厳しい組に入った。こんにちは、葵です。こんにちは、ひなです。今日はアジア競技大会で日本と同組になったタイサポーターと話していくよ。タイ以外はどこが一緒だったっけ？日本はグループ E で台湾、ベトナム、タイと同組になったよ。そうだったそうだった。これがグループだよ。男子と間違えないように男子の続きでグループのアルファベットが付けられてるんだよね。多分ね。グループの2位までと3位の中の上位2チームがノックアウトステージ進出だね。もう覚えたよ。今日はタイサポーターのパンちゃんとリモートをつないでるよ。ワディザー、パンだよ。ワディザー。いいじゃん。ひなだよ。パンちゃんよろしくね。じゃあアジア競技大会の組み合わせを見たタイサポーターがなんて言ってるか教えて。任せて。アジア競技大会の女子サッカーは日本とタイが同じ組になったけど、パンちゃん、タイではどんな反応だったの？いや、まずめちゃくちゃ出てたのが、また日本かっていう反応だね。男子と同じ反応。さすがにね。A 代表がアジアカップで日本、U23 男子がアジア競技大会で日本、そして女子もアジア競技大会で日本なんだ。タイは日本と縁がありすぎる。男子も女子も日本と当たる。なんで全部日本に当たるんだって言ってる人もいたね。この確率はすごい。私が確率を計算してあげよう。アジア大会男子4組。タイが日本と同じ組に入る確率は4分の1イコール 25%。2026アジア大会女子3組。タイが日本と同じ組に入る確率は3分の1イコール 33.33%。2027アジアカップ6組。だから6分の1イコール 16.67% と、3つ全部で同組になるにはこの3つが全部起きる必要があるから、4分の 1×3 分の 1×6 分の1イコール72分の1。つまり約 1.39%。本当にすごい確率。合ってるか不安だけど。日本は俺たちを愛してる。どこへ行ってもどの大会でも一緒だ。最近本当に日本を愛してる。どのカテゴリーでも日本に当たる。日本が俺たちをロックしてるんじゃないか。開催国は私たちのことが好きすぎる。男子も女子も同じ組にしてくれた。でもタイなら同じ組でもいいよね。確かにタイならいいね。とかと毎回一緒ってなるのは嫌だもんね。日本とは親友だね。親善試合する機会を作るのが難しいならもうたっぷり当たっちゃえって言ってる人もいるよ。親善試合だとお金のやり取りが発生するもんね。じゃあ女子の組み合わせ自体についてはどう見られてるのかな。そこは厳しいよね。かなり多かったのが、この組はめちゃくちゃ厳しいっていう声。さっきまで楽しそうだったのに急に空気変わっちゃった。正直いろいろこれまでのことを見ても厳しい。疲れる。試合まだ始まってないのに。それから今回かなり目立ったのが男子と女子を比べてる人たちなんだ。男子は日本とタイと他どこだったっけ？キルギスと香港だね。どっちの方が厳しいんだろう。男子はまだ期待できる。女子はもう終わり。男子はまだ耐えられるけど女子は本当に厳しい。男子はまだいい。女子はちょっと厳しい。男子はまだ耐えられる。女子はもう無理。男子より厳しいって言ってる人が多いね。タイの男子はポット2だけど女子はポット4だから自然とそうなるよね。そうだね。だから女子はめちゃくちゃ厳しいんだよね。もうさ、女子はもう吐きそう。って強烈なこと言ってる人もいるぐらいだよ。女子は本当に心配だ。厳しい組に入った。誰を相手に期待できるんだ。タイは生き残れなさそみんな厳しいって思ってるんだね。私もそう思ってるよ。でもね、男子も女子も厳しそう。でも2回戦には行ってほしい。応援してる。男子より厳しい。グループ敗退の可能性が高い。でも応援する。女子は男子より厳しくて敗退する可能性が高い。でも応援する。って応援はするって言ってるんだよ。いいねいいね。厳しいって思ってても応援するのは大切だよね。あとかなり悲観的なところでは、女子は最下位でも受け入れられる。この組は厳しいからっていう声まであったよ。再開か。そういう人もいる。だから今回のタイは抽選を見た時点でかなり厳しい戦いになると見てるサポーターがいるのは確かだね。でもなんでこんなに厳しいってみんな思ってるの？この組は日本だけを見てればいいわけじゃないからだよ。じゃあパンちゃん、まずタイのサポーターが日本をどう思ってるのか聞かせて。日本についてはかなりはっきりしてるよ。台湾もベトナムも厳しい。
日本にはかなわない。日本戦は4失点以内なら合格。4失点も。日本には確実に負ける。残りも苦しい戦いになる。日本以外の警戒する国は？台湾も楽観してない。日本には勝てない。台湾には最近負けた。ベトナムにはずっと負けている。日本以外の2チームもそんな感じなの？そういう見方をしてる人がいるんだよ。日本戦だけ耐えれば終わりじゃないんだね。そう、台湾にも警戒してるし、ベトナムの評価もかなり高い。ベトナムについてはタイサポーターはどう？ここは意見が分かれてるベトナムにはずっと負けているって厳しく見る人がいる一方で、ベトナム女子は強い。でもタイも戦える。今はかなり互角だ。っていう声もある。お、ベトナムには希望があるんだ。ベトナムとタイの試合はいつも接戦で負けてるんだもんね。そう、でもベトナムを弱いとは言ってなくて、ベトナムは強いけど、タイも戦えて、力はほぼ同じ。っていう見方なんだ。でもベトナムサポーターはさ、タイは10年間ベトナムに勝っていない。って言ってたけど力はほぼ同じなんだね。そうだね。ずっと負けているって見る人と、今はほぼ互角って見る人、どっちもいる。そこはタイのサポーターの中でも意見が割れてるんだね。うん、だから今回のグループは日本だけが問題っていう見方じゃないんだよ。タイはこのグループ突破できると思ってるのかな？むしろここは意見が結構前向きなんだよね。なんて2位で行こう。タイ女子にとって簡単ではないけど難しすぎるわけでもないグループ2を取ろ2位通過。でも2位だけが突破への道じゃないって見てる人もいるんだよね。3位の中から成績上位2チームがノックアウトステージに行けるもんね。じゃあグループ3位を狙うって言ってる人もいるのかな？そうなんだ。少なくとも3位の中の上位2チームには入らないと。2位がダメでも、まだ終わりじゃない。3位でも、まだ期待できる。って言ってる人もいるよ。グループ3位なら突破できそうなのかな。グループ F には韓国と北朝鮮がいるから、そこの3位突破が厳しいと思う。日本はグループ E だから3位になれば突破できる可能性高そうだね。うん。しかももっと強気なコメントもあるよ。強気？それでも6ポイントは取れると思う。パンちゃんベトナムと台湾に勝つ気だね。私の意見じゃないってば。パンちゃんかなり前向きな予想だね。もう私の意見じゃないから。でも私も突破のチャンスはあるって思ってるけどね。厳しい組でも突破は狙えるってみんな見てるんだね。そうだね。ただものすごく高いところまで期待してる人ばかりでもないの。どういうこと？タイはまずグループリーグを突破できればそれで合格。なるほど。まずは突破。うん、みんなそれぞれだけど2位でも3位でも突破できるって言っているよ。日本と一緒にグループ突破だ。このグループを見て突破を諦めてなくて、ちゃんと突破の道を考えてるサポーターもいるよ。じゃあ最後はタイ代表に何を期待してるのか聞きたいな。そこは日本戦をどう捉えるかも含めて前向きな声がちゃんとあるよ。日本戦も含めて。結果の予想だけじゃなくて日本との試合をプラスに考えてるんだ。日本戦をプラスに。うん。いいところは俺たちも成長できること。アジア1位と戦えるっていうね。強い相手と当たるならそれを成長につなげようってことだね。それとは別にタイ女子についてかなり具体的に準備を求めてる人もいたね。どんな準備？今回のタイ女子はグループ敗退だけは避けてほしい。体を最高の状態に準備してほしいって感じ。コンディションをしっかり整えるのは大切だよね。今回は日本で戦うから応援もきっと来る。日本ではタイ人の子が10人以上サッカーをしているって言ってる人もいたよ。10人以上サッカーをしている。ちょっと私にもわかんないんだけどね。10人はいそうだよね。日本にタイ料理屋さんいっぱいあるもんね。そんな人たちが応援に来てくれたらいいよね。チームについてはどんなこと言ってるの？女子は絶対面白い。ハーフの選手が何人もいるし、アルフレッド監督のチームもいい。タイサポーターってハーフの選手に期待しすぎじゃない？確かにハーフだからって絶対うまいわけじゃないもんね。だから選手選考を気にしてる人もいて。合宿メンバーはいつ発表されるの？タイは合宿するんだ。そうだね。タイサッカー協会はアジア競技大会に向けての合宿を予定してるって発表してるよ。日本は合宿するのかな？ JFA からは発表されてないね。でもタイはまだメンバー発表してないんだよ。合宿しない日本はもうメンバー発表してるのにね。日本は慌てんぼうさんだな。かなり厳しいって見てる人がいる一方で、2位や3位からの突破を期待する声もあるし、日本と戦うことで成長できるっていう見方もある。選手も監督も含めて期待してる人はいるから、最高の状態で大会に挑んでほしいね。タイサポーターはこんなことを言っていたよ。パンちゃんありがとう。タイと日本は本当にずっと一緒だよね。ひひひひひ。葵ちゃん、ひなちゃん、バイバイだー。
バイ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 ざー。日本は相当に選手発表早かったね。男子も発表されてるしね。この大会より早くある U20 のワールドカップメンバーも発表されてないのに、それも今週ぐらいに発表されるんじゃないかな。遅くても来週頭。これがアジア競技大会の日程でしょう。まだ初戦まで1ヶ月以上あるもんね。そう考えるとかなり早くメンバー発表したね。タイはまだ発表してないのにね。それでこれが U20 ワールドカップの日程。1週間以上早くに初戦が始まるね。こっちも楽しみな大会。というか私はこっちの方が楽しみな大会。未来のなでしこちゃんの活躍に期待だね。その大会はポーランドで行われますよ。じゃあ今日は終わるよ。ご視聴ありがとうございました。アジア競技大会で日本女子は優勝できると思いますか？ぜひコメントで予想を書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。